こんにちは、川口のです。今日はこのベビーカーフで作っているセミブローグですね。自分用の靴なんですけど、この靴の出し縫いですね。ソール貼り付けて手縫いをしていきます。前回は釣り込みをしました。でその後ちょっとスクリーンで縫って、こんな感じで中物シャンク入れてコルク入れて、前部分は平らに、ウエスト部分は少し丸みをつけるような感じで削っておきました。今ここに糊塗ってあります。これがソールですね。いつもの通りオークバークのソール、ドイツのマーティンのソールを使ってソールの形に切って、端っこを少し薄くして厚みを整えて一晩水につけてあります。柔らかくなってます。でこれを早速貼って縫いをかけていきたいと思います。かかとの部分のソールは結構巻き上げるので、こんな感じで少し丸みを持たせるように叩いて癖付けしてあります。じゃあ貼っていきます。でハンマー打った後結構ガンガン打つので少しボコボコになります。これ消すためにこのボトムグレイザーでこすって滑らかにします。ソールは少し大きめに切ってあるので、この余ったはみ出した部分をカットしていきます。ソールを貼ってカットまでしました。ちなみにいつもウエスト部分は貼っちゃうとウエスト部分の曲面が強くなってドブ起こしがすごくしにくくなっちゃうので、ここわずかにね浮かしてあります。まだ完璧には貼ってないですね。この状態でドブ起こししていきます。ドブ起こしができたらウエスト部分のソールをしっかり貼り付けます。コバにウィールを当てていくんですが、普段使っているのはこれです。スタルコツール、ウクライナの靴工具職人さんが使っているウィールなんですが、今回はこっち使いたいと思います。これはね、前から持ってるジョージ・パンドリーっていうイギリスの有名な靴工具メーカーなんですけど、これ、2、3回使ってもうスタルコに変えちゃったので、もうこれあんまり回数使ったことないんですが、何が違うかっていうと、こっちのジョージ・バンズリーの方がウィールの精度が良くないですね。ちょっとなんかね、こうウィール見ると少しね、この山が欠けてたりとかってするんですけど、若干この山の形とかも違うので、今回はこのジョージ・バンドリーの方を使っていつもと違う雰囲気になるのかどうか、すごく細かなところですけど確かめてみたいと思います。じゃあこのウィール温めたのでベルトに転がしていきます。こんな感じでベルトにギザが入りましたね。やっぱり山の形状が若干違うんで、スタルコのものよりも少し柔らかいような印象を受ける気がしますね。今はそんなにウィール深く入ってないですけど、現時点ではそんな感じがしました。出し縫いをする糸はサイトを4本寄って松ヤニを塗ってローを塗った糸なんですけど、こうやって先はバラバラに4本に分かれています。これをこ
くるくるひねって糸がほぐれてくるので、こうやって引っ張るとこういう風に先端が細くふわふわになります。4本全部ふわふわにしたら金ブラシでなんて言うんでしょうな、ブラッシング違うな、金ブラシでこすってさらに細くします。でこれに松ヤニを塗ります。そしたら今度はこのテグスですね。テグスをヤスリで荒らします。もともとテグスツルツルなんですけど、ヤスリで削ってザラザラにします。そしてこっちのテグスにもこの松ヤニを塗り込みます。そしたらこのテグスとこの糸合体させます。松ヤニがベタベタしてるんで、松ヤニが接着剤代わりになってくっつきます。この先端の細くした糸をくるくるこのテグスに巻きつけていきます。はい、これでくるくる巻いて糸とテグスを一体化させました。最後にここにロウを塗り込みます。こんな感じで糸の両端テグスがつけられたので、これで塗っていきます。この靴はシングルソールでベベルドウエストです。最初この土踏まず部分は縫い目を隠す仕様ですね。このウエスト部分は後で縫い目を隠しちゃうので細かく縫う必要がないっていうことと、このウエスト部分のウェルトは少し厚みを薄くしてあるので、逆にあんまり細かく縫うと強度に欠けるっていうことと、あとウエスト部分奥まって縫いにくいので少し粗めに縫って手間を減らしているというね、そんな感じです。ウエスト部分は地面に設置しないし、ここ曲がることがないのであまり強度がいらないということもあって、こんな感じの少し粗めの縫い目で粗めの間隔で縫っていってます。ここから縫い目は細かくなっていきます。今回ビールは12番、一目約2ミリぐらいの間隔で縫っていきます。この出し縫いの作業っていうのは、ソールを水につけて柔らかくして貼り付けて、でまだ濡れてるうちに、ソールが乾かないうちに出し縫い作業を終えるようにしてます。なぜかというと、このオークバーグのソールすごく硬いんで、乾いてる状態での加工っていうのはね、結構しんどいんですよ。出し縫いの作業は両側合わせると400回ぐらい穴開けるので、この濡れてる状態で柔らかくなってるソールじゃないと、この穴開きが
非常にしんどいですね。これはその皮によっても違うんですけど、皮は水に濡れた状態から乾くと繊維が締まって少し縮むような感じがあるので、濡れた状態で穴を開けて糸を入れておくと、乾くと穴の隙間がギュッと縮まって、より皮と糸が密着して強固にソールが固定できるのかなと思ってます。乾いてしまってもまた濡らして復活させることもできるんですが、なるべくソール貼り付けの作業から出し縫い終了まではその日のうちに終わらせます。はい、出し縫いが終わりました。めちゃめちゃいい感じになってきましたね。出し縫いこんな感じで、ドレッシュな靴を作るときはだいたい僕は12番のビールを使うことが多いんですが、こんな感じですね。完成の時には茶色く染めてしまうので、この糸は目立たなくなりますが、今こんな感じに縫えてます。内馬部分はこんな感じ、かなり奥ですけど縫ってあります。こんな感じですね。外側もこんな風に縫ってあります。でこの靴作って思ったのが、結構アッパーを作って仮釣りしてる段階ではこの辺とかね、結構小じわが目立ったんですよ。薄いからこそ起きるような小じわが目立ったんですけど、釣り込んでから少し時間が経つとだんだんこの全体の小じわが伸びてきて、全体的にかなりつるっとしてきてね、やっぱ皮単体の状態とで靴にして製品になっていく時の状態っていうのはまた違ったものがあって面白いですね。ベビーカーフの靴って履くとどんな感じなんでしょうね。耐久力はもちろん普通の大人の牛に比べればかなり繊細だと思いますが、履いた足当たりとか、あと履き地はどんな感じなのかとか楽しみですね。自分で履いて確かめたいと思います。ということで本日の科学